策略6。なんだ？俺はどこにいるんだ？なんか変だ。空中を漂っているような感覚。夢でも見てるのか？そう思いながら俺は下を見た。うわ！思わず叫び声を上げた。正面に俺がいた。しかも腹からおびただしい血を流して天井を見て倒れている。どういうことだ？そう思ったらふわっと体が俺の元に舞い降りた。俺は俺の体を覗き込む。どう見ても絶命しているように見える。俺は死んだのか？ということは今ここにいる俺は俺の幽霊ということか。しかもこの状況は何だ？腹でも刺されたのか？一体どうなっているんだ？なんでこんな状況になっているのか全く思い出せない。腹から血が出ているということは刺されでもしたのか？俺は殺されたのか？一体誰に？俺は誰かに殺されるような覚えはない。が、そう思った時に妻の顔が浮かんだ。陽子？確かに俺は妻に愛されているわけではなかった。だからといってあの妻が俺を殺すだろうか。死んでくれればいいとは思っていただろうが、自分で人を殺すほどの度胸があるとも思えない。俺はどこにでもいる平々凡々な男だ。いや、冴えない男だと言った方が適切かもしれない。でもそのおかげで人の恨みを買うようなこともまずない。目立たずつつましくが俺のモットーだ。何がどうなってこんなことになったんだ。腹から出ている血はまだ乾ききってはいないようだから、死んでからそう時間は経っていないということか。今何時だ？思わずそうつぶやいて時計を見たら午前3時。ということは家の中に妻がいるはずだ。妻が夜中に家にいないということはほとんどない。まあ夜中でなくてもあまり出かけたりしない。友達がいないわけでもないようだが、すごく仲の良い友達もいるような気配はない。しかし俺がここで殺されているということは妻も殺されているのかもしれない。そう思いながら俺は部屋の中を見て回ろうとリビングの扉に向かう。が扉に手をかけるもその必要はなかったようだ。体がすり抜ける。やっぱり俺は幽霊なのかと改めて思う。廊下に出ると寝室の扉が半開きになっているのが見えたので、まずそっちに向かう。そしたらベッドの上に横たわっている妻がいた。思わずまた叫んでしまった。妻の衣服や手が血まみれだ。やっぱりこっちも殺されているのか。ということは居直り強盗かなんかか。だがそれにしては部屋は荒らされていないなどと考えていたら妻が動いた。なんだ？こいつ寝ているのか？夫が家の中で殺されているというのにのんきに寝ているのか。でもなんでこんなに服に血がついているんだと思って部屋の中を見回したら、ベッドの脇にべっとりと血のついた包丁が落ちている。どうやら我が家の包丁のようだ。では俺はこの包丁で刺されて死んだのか。それがここにあって妻が血を浴びているということは、やはり俺は妻に殺されたのか。
でもなぜ？俺は妻にとって生活の保障をする必要な存在のはずだ。まさか保険金目当ての殺人か。結婚する時に妻に言われて高額の保険に入っている。俺が死ねば受取人は妻だ。しかし殺人というリスクを背負ってまで妻が俺を殺すとはあまり考えられない。おい、起きろ。俺は妻に向かって叫んでみた。が、全く無反応で寝たままだ。いろいろ試すもまるで起きない。というか幽霊になってしまった俺は物一つ動かせない。なんて不便な体なんだ。もう生き返ることは不可能なのだろうか。今すぐ病院に行けばまだ復活できるのではないか、などという思いも湧く。でも、さっきの自分の顔を思い出して不可能だと感じる。あれはとっくに冷たくなっている死人の顔だった。俺は妻の上に座った。生きていたら絶対にできなかったことだ。試しに飛び跳ねてみた。飛んだと思った拍子に頭が天井を突き抜けてしまった。またしてもうわっと思ってしまったが、体には何の衝撃も感じなかった。本当に死んだんだとやっと実感し始めた。少し冷静になろう。どうしてこんなことになったのか。俺は昨日家に帰ってきてから何をしていたのか。仕事が終わって家に帰ってきた。そうだ、何か大事な約束があったかのように思う。俺はそのために急いでいたのに残業になってしまった。帰宅したのは確か午後10時を回っていた。家に入ると、いや、家に入る前だったかな。誰かと話した。あれは妻だったのだろうか。そうだ、妻が何か言った。なんだ、もう帰ってきたの？早い時間でもないのに、もう、ということに、妻の俺に対する気持ちがうかがえる。とっくに分かっていたから、特に何も思わなかったが、俺みたいな男に妻はもったいないような美人だ。普通に暮らす分には、特に問題もない。妻は金遣いが荒いわけでもなければ、家事をおろそかにするわけでもない。朝からちゃんと朝食もしっかりしたものを作ってくれるし、掃除も洗濯も完璧だ。同僚を家に連れ帰っても文句言わずに接待もしてくれる。だから社内の連中はみんな俺を羨ましがっていた。たった一つ不満があるのは、妻が子供を望んでいなかったことだ。俺は結婚したら特に事情がない限り子供はできるものだと思っていた。その話をした時だけは揉めた。挙句の果てに妻が俺に放った言葉は、あなたにそっくりな子供でも生まれたらどうするのよ。冗談じゃない。というものだった。俺にしてみれば、なんだそれはという感じだ。だが俺の中に離婚という選択肢はなかった。30過ぎるまで彼女の一人もできたことのない俺には、それでも過ぎた夢だ。結婚できたことさえ奇跡のようだと思っている。とはいえ、このまま妻のために金を稼いでくるだけの男でいることも耐え難い。そうだ。だから俺は何かを計画した。なんだったっけ？どうしてこうも頭がはっきりしないんだ。でも俺が死ぬ計画でなかったことだけは断言できる。俺はまだまだ死にたいなんて思っていなかった。そんなことを考えていたら、ふと目覚まし時計が目に入った。これを鳴らしたら妻は起きるだろうか。妻が目を覚ましたら何か思い出せそうな気もする。しかし触ることもできないものをどうすれば鳴らせるんだ。
そう思いながら近づく。持ち上げようとしたが、やっぱり手がすり抜けてしまう。ダメか。くそ。と怒鳴ったら、その瞬間に目覚まし時計が床に転げ落ちてなった。わけがわからないが、その音に反応するかのように妻が動いた。頭の上を叩いている。多分目覚まし時計を探しているのだ。もう、どこ？妻は自分の赤く染まった手を見て飛び起きた。なんだか驚いている感じだ。周りをキョロキョロして見ている。俺を殺したのはこいつじゃないのか？しばらくしたら、妻はその足でリビングに向かった。俺の死体を見つけた妻は驚きはしたものの、何とも言えないような気持ち悪そうな顔をした。まるで汚いものでも見るような顔だ。なんなんだその顔は。そう思った時に何かが頭をよぎった。誰かが包丁を持って俺に向かって迫ってきている。誰だ？つく。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録して、この続きもぜひご視聴くださいませ。チャンネル登録、いいね、コメントなどなどいただけるととっても嬉しいです。次回もご視聴お願いしますね。